どうも皆さん、カイトです。美しい色を取り戻すメトロイドバニア9 Years of Shadows をご存知でしょうか。こちらは2023年3月28日に Steam でリリースされ、2023年5月2日に日本語翻訳が追加されたゲームになります。早速新高度 101% までクリアしたんですけど、手触りがめちゃくちゃいいメトロイドバニアでしたね。 2D の美しいピクセルアートデザインから某アニメのオマージュを思わせる変身ぶり、フォルムチェンジでの爽快な移動はめっちゃ面白かったです。今回は9 Years of Shadows というおすすめ作品のジャンル、魅力を簡単に紹介します。では早速やっていきましょう。まずこのゲームのジャンルになるんですけど、色彩を失った世界を取り戻すメトロイドバニアアクションです。主人公のエウロパを操作してハルバードと呼ばれる巨大な斧を扱いながら闇の根源である古代城タロスに侵入し、世界に色を取り戻すお話。ステージは城内という限定的な空間なんですけど、階層ごとに世界観が変わるのも特徴的です。ちょっと他のメトロイドバニアと違うところがライフシステム。左の赤い結晶がリトライ数で、これが光ゲージとなります。光ゲージが0の状態でダメージを受けるとリトライ数が減りますが、少しでもゲージが残っていれば0で踏みとどまります。赤い結晶が全てロストした瞬間にゲームオーバーとなり、最終セーブポイントから全てやり直し。ゲージ回復する方法はモンスターを攻撃して回収するか、赤い障害物を叩いたり、常にそばにいるクマちゃんを抱きしめて回復ができます。クマちゃんは光の玉も発射することもできて、このゲーム最大の火力。また鎧による属性チェンジでのステージ攻略が可能なんで、泳いだり時に浮遊したりすることもありますね。雑魚戦やボス戦では属性の合わせによる弱点攻撃で大ダメージを与えることができます。拠点ではバフで強化することが可能で、青い本を一定数集めての光ゲージ最大値アップや、赤い本を一定数集めてのリトライ数アップ、鎧の結晶を使って強化しての火力アップもできます。道中では城内にいる音楽家たちからサブクエストを依頼されることもありますんで、うまくこなしておきましょう。基本的には可愛いクマちゃんを連れながらタロス城の階層ボスたちを撃破し、色彩を取り戻すために奮闘します。ざっくりと説明するとこんな感じ。そしてこのゲームの魅力についてなんですが、1、色と音をベースにした美麗な 2D ピクセルアート。色鮮やかな 2D ピクセルアートはマジで美麗なんですけど、それに合わせて BGM も非常に耳に心地よい印象です。どちらもすごくマッチしているため、プレイ中もめちゃくちゃ楽しかったですね。キャラクターの作り込みも半端なく、特にボスである水流もどき、希望の影にハンドマスターアンドロスの仮面からのデビルズレディ、フリニースなど 2D の熱いバトルも楽しめるんですよね。またサブクエストを発注してくる音楽隊のメンバーも個性豊かで、ミチルと日比野は日本人の著名な方もいたのはクリア後に知りましたね。階層ステージはどれも美しいデザインなんで、ステージのギミックが逆に難しい箇所が美しく見えましたが、2、切り替えが楽しいエレメンタルアーマー。ステージをクリアするごとに手に入る雷のスパーク、水のウォーター、土のグランド、火のファイヤー、これらのアーマー切り替えが普通におもろくて、スパークはエウロパの通常スタイルになり、ウォーターは人魚スタイルで水中遊泳をしながら進めれます。グランドでのグリーントンネルでの近道ガイド、ファイヤーの火風による空中移動など、ステージのギミックには欠かせない要素が詰め込まれてます。またシールドガチガチの敵には属性攻撃ぶちかまさないとダメージを与えれないので、慌てさせてくるやんけと。クマちゃんの光の玉でゴリ押しできるのは内緒の話。敵の弱点をつくことでダメージ量アップもさせることができるんで、気にしておくと良いかもです。鎧が自動で切り替わるのをプレイしやすく、操作性も含めてめちゃくちゃいい手触りでしたね。3、難易度が適度な設定。このゲームはメトロイドバニアあるあるの初見では鬼強と感じてしまうボスでも 2,3 回戦ってみるとスーッと勝ててしまうバランス調整がグッジョブだと感じました。難易度的にはロードストー戦記ディードリット・イン・ワンダー・ラビリンスと同等かそれ以上に倒しやすかったです。ちょっとわからんなって方はパターンを読み取ればすぐに倒せるイメージです。しかしこのちょうどいい強さになっている要因あるんですけど、そば
にくっついているクマちゃんことアピノ補正がだいぶ強い。序盤での通常攻撃が2から3なら、アピノは4から6の倍の威力を発揮し、攻撃とアピノを組み合わせることでゴリ押して削れるのも倒しやすかったところかなと。光ゲージ使い切った後にはクマちゃんだけ継回復と、後々に目押して全回復も可能になり、戦略性の幅が大きかった。これらの要素を考慮してクマちゃん最強説がカイト的には攻撃性と可愛さと相反してましたね。最終的にはゴリ押し戦術が通用しなくなる点も制作者様やってくれてんなと。4、クリア時間は8時間。ラスボスまでのクリア時間は8時間ほどでした。進行度 101% で実績全解除はさらに8時間プラスの16時間ほどでいけましたね。マップ全埋めでは 101% は到達しませんので、青い本赤い本を使用しての最高バフ到達、全アーマー強化、石碑の発見、サブクエストオール達成など条件多いんですけど、根気よくプレイすれば全実績得得可能だと思うんで、極めたい方はぜひ進めてみてください。以上になります。世界に色彩を取り戻すメトロイドバニア Nine Years of Shadows。 オープニングの変身シーンでテンション上がりながらのボスを撃破した時のロックマン X 張りの爆発、ほぼ使わないため攻撃からの火のアーマーの空中浮遊の使いにくさ、この機会にぜひエウロパと一緒に人類最後の一人として色を取り戻してみませんか。きっとファストトラベルなさすぎてイトロアやデスギャンビットアフターライフ再来かよ、意地でも実績オール解除してやんよ、やってやんだってなること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいればチャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではではまたの機会に。カイトでした。